皆さんこんにちは、ちゃちゃです。今日はずっとやりたかったキャラクターのお寿司パーティー。第1弾は大好きなキャラクターミッフィーちゃんです。それでは早速やっていきましょう。始まるよ。最初はいなり寿司を作っていきます。いなり寿司の皮を指で開いていきます。いなり寿司の皮の縁を内側に折り込んできれいにしていきます。ちょっとここ見えにくくてごめんなさい。ごめんね。内側に折ることができたら酢飯を丸く入れていきます。いなり寿司は酢飯がたくさん入ってた方が美味しいので押し込んでいきます。縦に長いいなり寿司っていうよりは平べったく丸いいなり寿司を作っていきます。で、中まで入れることができたら角を内側に折っていきます。こんな感じの形にしていきます。次は味変で酢飯に五目ちらしの具材を混ぜ込んだもの、さっきと同じく入れていきます。いなり寿司と五目ちらしの具材はとっても合うのでぜひ作ってみてください。今日はこんな感じで白い酢飯4個、五目ちらしの具材混ぜ込んだものを4個、合計8個いなり寿司作っていきます。まずはミッフィーちゃんの顔のいなり寿司を作ります。酢飯を少し取って縦長の棒状にします。これをいなり寿司の上の方に乗せていきます。これをもう一つ作ってミッフィーちゃんのお耳の完成です。この状態だと耳と顔の高さがバラバラになっているので、耳の下の部分に少し酢飯を追加していきます。こんな感じでミッフィーちゃんの顔のいなり寿司完成しました。とっても可愛い。次はハムとかまぼこを抜き型で抜いていきます。私はいつも和菓子用の小さめの抜き型を使っています。本当はここに大根の甘酢漬けとかあったらよかったんですが、今回は用意してなかったのでハムとかまぼこの2種類で作っていきます。少し大きめのお花と桜、蝶々を使っていきます。これを五目ちらしのいなり寿司の方に乗せていきます。酢飯が見えなくなるようにできるだけハムの隣にはかまぼこ、かまぼこの隣にはハム、そんな感じで置いてあげると可愛くなります。こんな感じです。可愛い。五目ちらしのいなり寿司の上に黄色い酢飯を乗せていきます。茶色い酢飯が隠れるように乗せていきましょう。次は大きいお花、これをいなり寿司の上の方に乗せていきます。絹さやを使います。絹さやの端っこ斜めに切っていきます。余った部分をまっすぐ縦長に切ります。縦長にカットした絹さやを真ん中に乗せ、その左右に斜めに切った絹さやを乗せていきます。これでいなり寿司が完成しました。ミッフィーちゃんの顔は最後にまとめてつけていきたいと思います。完成。次は手まり寿司を作っていきます。ラップを敷いてその上にお刺身、マグロがちょっと小さかったので今回は2枚使っていきます。お刺身の上に酢飯 30g を乗せていきます。ラップの四つ角を持ち上げキュッとしていきます。キュッと締めることができたらラップを外していきます。これでマグロの手まり寿司の完成です。次はサーモン、先ほどと同様に作ります。とっても美味しそう。次はイカ、これがミッフィーちゃんの顔になります。手まり寿司ミッフィーちゃんの耳も作ろうかなと思ったんですが、イカのお刺身せっかくあったので使いたかったので手まり寿司は耳なしでいきたいと思います。これで9個の手まり寿司の完成です。完成。次は押し寿司を作っていきます。押し寿司の型持ってないよという方はタッパーとか牛乳パックでも代用ができます。いなり寿司に使った酢飯が余っていたのでこれを一番下に敷き詰めていきます。その上に錦糸卵、その上に絹さや、そしてサーモンを乗せていきます。サーモンではなく蒸しエビなどでも美味しいと思います。その上に桜でんぶを混ぜた酢飯を乗せていきます。焼き卵の上に押し寿司の型の蓋を乗せ、その幅に合わせてカットしていきます。その後正方形になるように包丁で切って中央を開け左右に1枚ずつ乗せていきます。ここで登場うさぎの抜き型。これは100均で買ったミッフィーちゃんの型ではなくうさぎの抜き型です。これでミッフィーちゃんにしていきたいと思います。かまぼこを抜いて包丁で薄く切っていきます。厚さがバラバラでも結局押しちゃうので気にしなくて大丈夫です。こんな感じでうさぎのかまぼこ3つ作っておきます。
押し寿司の真ん中にうさぎちゃんを乗せて、周りをハムとかまぼこで飾り付けしていきます。一応上にラップを敷いて蓋を乗せていきます。体重をかけてギューッと押します。頑張って。でさらに重しを乗せてこのまま1時間ほど置いていきたいと思います。その間に巻き寿司を作っていきます。海苔1/2を2枚つなげ、中心に酢飯 200g くらいを乗せていきます。かまぼこ型になるように置いてあげてください。耳のパーツを手のひらで長方形に伸ばして、先ほどのかまぼこ型のパーツの上に乗せていきます。もう一つも同様に作り、形を整えていきます。横から見るとこんな感じです。ここまでできたら形に合わせて海苔を閉じていきます。海苔がパリパリしてうまく形に合わせて貼れない場合は、キッチンペーパーを軽く濡らして海苔を少し湿らせるときれいに閉じることができます。これで簡単にミッフィーちゃんの巻き寿司ができました。それでは切っていきます。切るときは包丁を手ず、お酢とお水1対1で割ったものに刃先をつけて濡らしていきます。切るときも押し切りではなく、包丁を上下に大きく動かしながら切っていきます。切るとどうしても形が崩れてしまうんですが大丈夫です。手で形を整えてあげてください。これでミッフィーちゃんの巻き寿司の完成です。ではミッフィーちゃんの顔をつけていきたいと思います。こういうのりパンチという商品があるので、これを使っていきます。やってみよネットショップでも売ってるし、ロフトやハンズなどのお弁当コーナーにも売ってるので、よかったら探してみてください。海苔を貼り付けるときは爪楊枝の尖ってない方に先ほどの手酢をつけ、海苔を触ります。そうするとくっついてきてくれるので、この状態で好きなところに貼り付けましょう。ミッフィーちゃんのお口は V の字になっている海苔2枚使って作っていきます。まん丸お目目のミッフィーちゃんと寝ているミッフィーちゃん、2種類作っていきます。かわいいですね。これでミッフィーちゃんの巻き寿司の完成です。次は手まり寿司です。イカの手まり寿司に顔をつけていきます。これで手まり寿司ミッフィーちゃんの完成です。う。おいしそう。次はいなり寿司、先ほどと同様につけていきます。これでいなり寿司ミッフィーちゃんの完成です。とってもかわいい。次は押し寿司です。重しを外して蓋を押さえながら外枠を外していきます。層はこんな感じ。とっても綺麗にできました。蓋とラップを一緒に持って外していきます。オープン。うわー、すっごいいい感じにできてますね。先ほどと同様にミッフィーちゃんの顔をつけていきます。押し寿司ミッフィーちゃん、こんな感じでとっても可愛くできました。これでミッフィーお寿司パーティー完成しました。とっても可愛くできましたね。今回いっぱい作ってみたんですが、押し寿司がすごく可愛く華やかにできたなと思っています。今回の中で一番押し寿司が私は気に入りました。皆さんはどれが気に入りましたか？ぜひコメントで教えてください。次どんなキャラクターが見たいか、リクエストがあったらぜひ教えてください。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。